こんにちは。 NPO 法人モンキーマジックの小林です。そしてフリークライマーの野口敦代です。野口さんは皆さんご存知かと思うんですけれども、ボルダリングのワールドカップ年間優勝を2年続けて取られたスーパークライマーです。今日はこんな野口さんと一緒に、私たち視覚障害者のクライマーとどのようにクライミングを楽しんでいくかをご紹介していきたいと思います。野口さん、はい、視覚障害の人と何かしたことってありますか？私普段小林さんとお話しするくらいで、実際にいろいろ手引きと呼ばれることや一緒にクライミングをしたことがないので、今日は教わりながら学んでいこうと思います。スーパークライマーの野口さんもそういうことはしたことがないということなので、野口さんと一緒に今日は皆さんいろんなことを知ってもらいたいと思います。まず最初に、駅で私たちと待ち合わせをして、そんなあたりの体験からちょっとずつやっていってみましょうか。はい、お願いします。じゃあ早速行きましょう。はい。小林さん、こんにちは、野口です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いしよろしくお願いしま。ますす。ありがとうございます。いえいえ。なんかすごい風です。そう、今日雨降りそうですよね。ねえ。行きます？もう。そうですね。はい登りに行きましょうか。そうですね。私は手をつないでいけばいいんですか？僕らはこんな時に、はい。肘とかはい肩とかをちょっと軽く持たせてもらって、後からついていくような感じがいいんですけど。わかりました。はい。じゃあ右側がいいですか？それとも左側がいいですか？そうですね。そんな風に人によっても違ったりするので、はい、右がいいか左がいいかなっていうのも聞いてもらえるとありがたい。僕はわかりました。そうですね。このまま杖を右手で持ってるので、はい、左手で。じゃあ私の右肩、そうですね。右肘を置かしますね。そうですね。こんな感じで。大丈夫ですか？はい。じゃあそのままついていくような感じで行かせてもらいます。はい。じゃあ早速行きましょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここから横断歩道を渡ります。ありがとうございます。で次も左に横断歩道を曲がります。でまた横断歩道になりますね。次の道を右に曲がってまっすぐ行きましょう。ここから右折です。了解です。はい。視覚障害者って言っても見え方って実は様々なんですよ。人によって違ったりするんですね。なのでどんな風に見えるんですかとか、そんなことを気軽に聞いてもらっていいと思います。それがお互いを知ることにつながると思うので、とっても逆に大事なことだと思ってください。これ左右両側に自転車が置いてあるので、かなり狭い道になってますね。なんか学生さんの通学チャリがいっぱいあるんですね。そうですね。学生さんいっぱいです。目の前から自転車来たんで避けますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。なんか今みたいに、なんか避ける時とかこう肘でなんか僕ら操縦してもらうじゃないんですけど、なんか動かしてもらうとちょっと肘が動けばそれに合わせて僕ら避けたり、それにちょっとこう言葉で右避けましょうとか左避けましょうとか言ってくれたり、あともう一つは例えば狭くて一列になる時とか、こう持ってる肘をこうちょっと後ろ気味にしてもらえたりすると、それで一列になりましょうかとか言ってもらえると、例えばこういう感じですか？そうですね。そうすると細いとことか通る時とか分かりやすくてぶつからないと思います。わかりました。はい。じゃあ行きましょうか。ありがとうございます。行きましょう。もうすぐ目の前に上り階段があります。でこっから階段なんですけど。もうすぐ階段ですって言われても、あとどのぐらいがもうすぐなのかも分からない。
もうすぐってこうちょっと怖くなっちゃったりするので、階段のとこまで来たり、階段とかなんか変化がある時にちょっと立ち止まってもらって、でここから上り階段ですって言って歩き始めてもらえたらいいと思うので、変化になる時には立ち止まること、上り下りを伝えてもらうことと、あと上り切ったらここまでですって言ってもらえたらいいかなと思います。はい、わかりました。じゃあここから上り階段登っていきましょうか。はい、じゃあついていきます。もうクライミングウォールの近くまで来ましたよ。やっと着きましたね。そうですね。風がすごかったもんな。はい、到着しましたよ。はい。お、なんか声が高い感じに抜けますね。そうですね。目の前もクライミングウォールがあって吹き抜けになってるので、だいぶ声が通りますね。小林さんはお手洗いとか更衣室に行きたいときは私はどうしたらいいんですか？あきおちゃんはと僕は男性と女性なので、これとっても難しいですよね。なので例えば更衣室とかトイレの場合は僕近くまで連れてってもらって、近くにいる男性に声かけても教えてもらえれば僕が声かけて中のことは自分で本当ですか？やるので、ちょっとその辺は臨機応変な形でやればいいんじゃないかなと思います。なんかすでに2人登ってる人がいますよ。なんか楽しげな声がしてますね。なんか声聞いたことあるような気がするんだけど。おお、おばあちゃん元気、名古屋です。おお。ちょっと今指導してるから後でね。あれ了解了解。彼は鈴木直也君って言って、去年イタリアのアルコの世界選手権の時に僕のナビゲーター役を務めてくれたんだよね。そうなんですね。あきおちゃん、じゃあちょっと改めて2人もう一回紹介しますね。じゃあ自己紹介お願いしてもいいですかね。はい、改めましてはじめまして、鈴木直也です。僕は小林さんと知り合ったのは8年前です。その時にアメリカであったんですけど、視覚障害のクライマーとしていろんなとこ登っているというのを聞きまして、そこから8年の間いろんな視覚障害の人たちと携わって、で今は去年のアルコで小林さんにもトレーニングをして、で今年もそのパリに向けて頑張って日々練習をしています。じゃあショーもお願いしていいですか。相田翔です。今高1で門学校に通っています。今年の9月パリの大会、小林さんと同じ大会で出場することになりました。始めたのっていつ頃だっけ？多分小学校3年か4年の頃なんですけど、ちゃんとやり始めたのが中学校上がってからだから、そんなに経ってないです。じゃあ4年目くらいかな。くらいですね。じゃあこんな感じで少しずつ僕らがやってる視覚障害のクライミングについて今日はあきおちゃんにバッチリと教えていきましょうか。やりましょう。はい、お願いします。はい、それではあきおちゃん、室内で視覚障害者、目の見えない人にクライミングを指導するときに一番大切なことって3つあるんですけど、何だと思いますか？まずは、持ってるホールドの形。持ってる方の形、さすがですね。あとは何か分かりますか？持ってる形の前に何かを言わないと見えない人はそれは分からないです。どこにあるか。さすがですね。どこにある。でもそれってどこにあるのってなった場合、それは遠いの近いのってなった場合、距離ですね。その方向もありますね。これを覚えてください。HKK です。方向、距離、形です。いいですか？まずはこちらを見てください。時計です。よくある普通の時計ですね。学校によくありがちな時計です。これを見てください。12時の方向に指します。これもしあきおちゃんが12時の方向に手を挙げてっつったら、もちろん上に上げるのは真上です。皆さんも上げてみましょう。12時上げてください。そこから3時に上げろって言われたらどういうふうに上げますか？3時です。こっち？はい、そうです。6時に行ってくださいって言ったら手はどうきますか？そうです。じゃあ9時に行けと言ったら12時に行け。また3時、シュワッチ。さすがです。これ簡単ですよね。時計で方向を伝えるというのはとても大切です。
例えば細かいこと言えば2時とか4時とかですか、8時とか10時とかあります。世界でいっぱい大会出てるあきおちゃんだったらどの方向が一番よくありがちってあるかもしれない。10時の方向とか11時の方向とか、これで目の見えない視覚障害者の人たちに方向を指示してあげてください。はい、お願いします。次は HKK の真ん中の K です。これは何でしたっけ？距離？その通りです。さあ距離ですね。さあどうやって距離をするかというと、はい、遠い、今はもう方向が分かりました。3時とか10時とか言いましたね。次にそれのどこにあるかっていうのを指示すればいい。目の見えない人、視覚障害者のクライマーはそこがすごく重要なポイントになります。まず僕ちょっと背中向きますね、はい、ここに見える赤い、これが今持ってる右手、仮にこの右手がこのホールドを持ってるとします、はい、これを持ってる、これを起点として距離をクライマー、この場合だったらコバちゃんに伝えることが大切です。どう伝えるかというと、皆さんも一緒にやってみましょう。僕後ろ向いてますよ。はい、まずは左手9時の方向に皆さんぐーっと思いっきり伸ばしてください。伸ばしました。それを脇の方にぐーっと寄せてください。これを極近、超近い、どんな感じでもいいですけど読みましょう。その次少し広げてください。これ近め、はい、ちょっと伸ばしましょう。これが普通、思いっきり伸ばしてください。遠め、さらに伸ばす時もありますね。それがものすごい遠め、超遠い、それでもいいです。言い方は自由です。そういうような5段階で僕は表したりします、はい、ポイントは持ってるホールドからその距離ですね。それをしっかりと伝えることは大切です。さあ HKK の最後 K 何でしょうか？ホールド距離、形？最高ですさあ形いってみましょうか、はい、いいですか？はい、一つ今ここにホールドがあります、はい、赤いホールドなんですが、あきおちゃんこれ何に見えますか？ガバ？ガバ。翔くんガバって何？ガバと持てる。よく持てる。そうそこ思いっきり持てるんです。初めてクライミングした人がガバガバっていうのも多分分かんないと思うので大きく持てるマスですね。今それ以外にガバ以外にあきおちゃんだったらこれなんていうふうに見えない人、視覚障害者のクライマーに伝えるとしたらどういうふうに伝えたいですか？だって色とかは言えないってことですよね、はい、丸くて15センチくらいのすごく持てるホールド、さあ今から僕コバちゃんにこれを渡しますから、はい、どういうふうに見えるか、はい、どうぞコバちゃんお願いします。アンパンの上から持てるみたいな感じ、最高です、はい、そしたらコバちゃんとあきおちゃんがパートナー組んだ時に、はい、こういうガバ大きいホールドが見つけたらアンパンって言えばいいです。なるほど。アンパン次3時超近めアンパン、もうすぐ分かりますよ。いいですか？次行きましょう。これはどう読みます？スローパーとかはダメなんですよね。スローパーってどういうのですかね？スローパーって丸くて、すごく持てない、持ちづらい。大好きですか？ちなみにあきおちゃんがこういうの大会で。じゃないです。ですか？ですよね。じゃあコバちゃんちょっと聞いてみるよ。コバちゃんこれちょっと聞いてみましょう。はい、これはマスクメロンぐらいの大きさのすべすべつるつる。きた。だからすべすべつるつる8時超透明すべすべつるつるって言ったらコバちゃんの場合だったらうわー使いづらいからしっかりとそこを保持しなきゃと思うんですね。例えばこういうようなニョロニョロしたの、僕だったらヘビと言います。これヘビですかね？これは細長 S。こういう人もいるんです。ヘビって言ってから細長 S だろうって突っ込まれる。これがコミュニケーションの仕方ですね。こういうのが HKK の K の最後、形をしっかりと教えてあげる。これが重要です。なんかお話聞いてて、とにかくコーチと選手のコミュニケーションとか普段いかにそういう会話をしながらお互いのこと分かってるかが一番大切だなって思いましたね。いかにコミュニケーション毎日日頃じゃれ合うってわけじゃないけど仲良くやっていくことは大切ですね。でも HKK 大切なんですけど、はい、結論というかまとめちゃうと結構適当なんですよ。そうなんですか？例えば2時半なのに3時とか、適当なことがあるんでまずはやってみることが大切です。あきちゃんもやってみましょう。はい、じゃあ行きましょう皆さん。お願いします。お願いします。
きょちゃん、はい、ボルダリングするときに、安全という意味で何を心がけた方がいいですか？一番いろいろあると思うんですけども。落ちた時の姿勢とか、落ち方ですよね。で晴眼者もちゃんと落ち方っていうのを気にしなきゃいけないんですけど、目の見えない視覚障害の人たちも後ろ向きで降りるってことがすごくこう不自然というか違和感を感じるので、そこをしっかりと指導する。じゃあそれを両手で持って降りてきてください。そうです。この落ちるという練習を何度かさせてあげてください。はい、ですよね、コバちゃん。そうですね。飛び降りた時にもう直角の棒みたいにビャーンと降りる人いるので、しゃがむとかそういうことも教えてあげること必要だと思います。はい、その通りです。お願いします。はい、わかりました。そこでまず浮いて10時の方向にそれそうです。ガバがあって次クロスをして10時の方向にもうちょいと右。はい、そうです。で次がね9時の方向に右側に引けるガバがあります。そう次ちょっと遠めの方向にもっと上だな。それ。はい。で足を上げて10時の方向に普通の方向にガバがあります。もう一個下だな。もうちょい下。それ。で次12時の方向の極地下にガバがあります。OK です。で次9時の方向にアンダーからかかるガバがあります。すごい。で次真上12時の方向にちっちゃいあまり持てないホールドがもうちょっと上だな。もうちょい左下。それです。があって左上の10時の方向の極地下にゴールがあります。それを両手で持ったら安全に飛び降りてください。よくやりました。OK。できた。やりました。明夫ちゃんとっても良かったんですけど、ちょっと気づいたことが3つばかりあって、加えさせてもらっていいですか？はい。まず1番目なんですけど、これね結構言えてて良かったんですけど、僕ら手を伸ばしていって正しいホールドを持てた時に「そうそれ!」とか「OK!」とか言ってもらうととても自信になるので、それ加えてもらえるといいなっていうのと、それから2つ目が結構手じゃあ10時半とか言って言われてもそっちの方向に出してても明夫ちゃんが言ってる10時半と僕らが思ってる10時半が結構違ってたりとか、普通って言われても結構手前の方で止めてたりとか出しすぎてたりとかもあるので、そういう時にもうちょっと右とか右とかもうちょっと先とか微調整をしてもらうのはどんどん言ってもらった方がありがたいです。であと何よりちょっと最後に一つが、さっき指示しながらそこクロスでとかそこで足上げてとかムーブに関わることを結構ショーに教えてくれてたんだけど、ちょっと考えてもらうと明夫ちゃんが自分で例えばボルダーに行って課題やるときに誰かにムーブを教えてもらってやらないよね。そうですね。やっぱりムーブあれどうやってやるのかなって考えて登るのがクライミングの面白さだと思うんだよね。で視覚障害者は目が見えないだけで体は動くしクライミングも同じように楽しめるんだから、同じようにクライミングの楽しさを僕らも楽しみたいので、そういう意味でいくと目の見えないからできないホールドの HKK 方向距離形っていうのを正しく受け止められたら僕らも見えてる人と同じようにクライミングが楽しめるので、ぜひそんな感じでちょっと意地悪な気持ちになって分かっててもあそこクロスしやがったとかそんな感じでムーブはちょっと黙ってて、で何回やってもできない人とかにあそこどうやるんですかって言われたら初めて教えてあげる、そんな普通にクライミングを楽しむような感覚で視覚障害のクライマーと付き合ってほしいんだよね。そうですね、考えたり登れなかったりする方が楽しいですもんね。そうなんかそれってクライミングじゃない？そうですね、わかりました。はい、視覚障害のクライマーもだんだんやってるうちに、手足の限定でしかも登りながら指示を受けるのではなくて事前に指示を、方向や距離や形を教えてもらうことを記憶して自分の中でムーブを組み立ててクライミングをするようにできるようになってくるんです。でもうそれはある意味見えてる人のクライミングと本当に近いと思うんですよね。僕らが目が見えないことを補ってもらう形のある一つの完成形に近づいてきてると思うので、あとはクライマー自身がどんどん練習して自分のレベルアップを図っていけばいいんじゃないかなと思うので、ぜひ記憶をして自分でムーブを組み立てる
でどんどん足限定の課題にも挑戦してもらうなんていうことを伝えてもらえたら嬉しいですね。最後に質問があるんですけど、もちろんどうですか。もし私が、例えば翔くんにムーブを教えたい時ってどうやってそのムーブを教えてあげればいいんですか？最高の質問ですね。いいね。例えば下で、右何時何分って言った時にそこ、キョンしてって例えばキョンする場合、キョンしてって言ってもキョンを知らない人、キョンってなんだよって思いますよね。そういう時はあらかじめ下でどういう風の形がキョンかっていうのを触って教えてあげる。要は自分自身コーチがその形を作ってあげて、視覚障害者、目の見えない人のクライマーがその体を触るということ、それが必要だと思います。じゃあ今日一日皆さんいろいろとせっかく障害者との接し方とかクライミングいろいろやってきたんですけど、ちょっと一言ずつ感想をちょっと聞かせてもらいたいなと思うんですけど、ちょっとあきおちゃんからお願いしてもいいですか？はい、そうですね。今日一日一緒にやってみて、実は私その視覚障害者の方と歩くのもクライミングするのも今日が初めてだったんですけど、そうですね、私がイメージしていたよりも全然難しくもないし、なんかこれ言ったら失礼かなとか知識も経験もないからどうしようって思ってたんですけど、もうまず話しかけてみたり、まずコミュニケーション取って第一歩を踏み出してみることだなと思いましたね。本当一日よかったです、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ショーはどうでしたか？今日はすごく楽しかったです。それにあんまり一回も登ったことがない人と登るのは本当にないことなんで、すごいいい機会になりました。はい、ありがとうございました。じゃあ直哉くん、どうでしたか？そうですね、まずこれを見てもらって、で全国のジムで視覚障害者の人を見たらまずちょっとやってもらいたいですね。でやって発見できることっていっぱいあるんですよ。 HKK からそれ以外のこともあるかもしれないし、僕らが今日やったこと以外のことももしかしたら新しい意味での指導の発見っていうのがあるかもしれないんで、それをぜひやってもらいたいことと、あとはあきおちゃんが言ってたようにやっぱりお互いコミュニケーションが大切なんですね。その人をよく知る、その人といっぱい会話をしてどういうその人の特徴をつかんで指示をするっていうのはとても大切だと思いますので、もうそれを実際やってみて経験してもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。じゃあちょっと最後に私からも一言、どうしてもやっぱり障害者との付き合いっていうとなかなか接点を持っている人って少ないと思うので、ぜひ特別な人たちではないっていうふうに思ってほしいので、その分ですね、絶対にこうしなきゃいけない、こういうふうにやんなきゃいけないんだっていうことはないんだと思ってほしいんです。例えば今日教えた方向、距離、形にしてもそれが絶対ではないですし、今日駅からここまでの歩行も接し方とかで手引きとかやりましたけど、それも絶対じゃ絶対ないと思うんですね。どうぞ今直哉君も言ってましたコミュニケーションを大事にして、その人とその人との付き合い方を見つけてもらうことが何より大事なんじゃないかなと思います。ぜひ多くの視覚障害者が全国のクライミングジムに気軽に遊びに行けるような日本がこれからできていったらいいなと思います。僕たちモンキーマジックも実は今月に1回マンデーマジックっていう名前の交流イベントを始めました。このマンデーマジックは視覚障害の人とそうでない見えてる皆さんが
交流してクライミングを楽しもうっていう場ですので、スタートから上のこれも手です。はい、なるほど。でそこから10時半にちょっと遠めです。もうちょい右。ほとんど諦めてました上に行くの。動けない。かっこいいとこ。そんなような交流の場がどんどん増えていったらいいなというふうに思います。ぜひ皆さん視覚障害者クライマーとの遊ぶ場所を増やしていただきたいなと思います。そして皆さん今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。